皆さんこんにちは、カイドウ H です。韓国はもうすぐ寒くなり、街の人々も厚手のコートを着始めています。もうコートなしで外に出ることが難しい季節になりました。11月が近づいている今、私が11月の韓国旅行をおすすめする理由と注意点についてご説明します。11月の韓国旅行のキーワードはまさに紅葉です。韓国の秋は紅葉が見頃を迎える季節で、街のあちこちや山で黄色や赤に染まった紅葉を楽しむことができます。特に강원도の설악산やソウルの북한산は気温が比較的低いため、すでに紅葉のピークに達しています。しかし韓国のほとんどの地域では11月初旬から紅葉がピークになると予想されます。2024年の紅葉マップを参考にして、この時期を逃さずに旅行の計画を立てると良いでしょう。11月の天気は肌寒いですが、寒さに強い方にとっては旅行しやすい気候です。コートや軽いダウンを持っていけば快適に過ごせます。ただし寒暖差が大きい点には注意が必要です。昼間は暖かくコートなしで歩けることもありますが、朝晩は気温が急激に下がって寒く感じることがあるので、防寒対策は必須です。また微細粉塵がこの時期から徐々に増えるため、マスクを持参することをお勧めします。11月は気候が涼しくなり、屋台グルメを楽しむのに最適な季節です。特にたい焼きやホット、トッポッキなどの温かい食べ物を街角で見かけるようになります。最近のたい焼きはあんこだけでなく、カスタードクリームやクリームチーズなど様々な味を楽しむことができます。夏には見かけにくいこれらの食べ物が11月から再び登場するので、ぜひ一度試してみてください。11月は10月や12月に比べてフェスティバルの数は少ないですが、いくつかの魅力的なイベントがあります。まず文化が流れるソウル広場がソウル市庁前広場で11月30日まで開催されています。ソウルの中心で様々な文化イベントを楽しむことができる絶好の機会です。また大韓民国伝統酒フェスティバルが11月15日から17日までヤンジェ AT センターで開催されます。韓国の伝統酒を様々に味わうことができるイベントで、お酒好きには特におすすめです。さらに釜山花火フェスティバルが11月9日に광안に海水浴場で開催されます。夜空を彩る美しい花火を鑑賞できる韓国を代表するイベントの一つです。제주도ではジュエリーピンクミュリー祭りが11月17日まで開催され、제주도ならではの美しい景観と一緒に素敵な写真を撮ることができます。このように11月の韓国は紅葉、屋台グルメ、そして多彩なフェスティバルが一体となり、魅力的な時間を過ごすことができます。ただし寒暖差が大きく、微細粉塵にも注意が必要ですので、しっかり対策して楽しい旅をお楽しみください。